はい、じゃあ、もう一つ質問があっうん。て、はいはい。ゆうすけさん、今、日本語教師をされてるんですうん。けど、うん。どうして日本語教師になろうと思ったんですか？ これはそんなにかっこいい理由ではないかっこよくかな。なくてもいいですけど、はい。かっこよくなくていい。はい。外国でできる仕事が唯一日本語の先生だったから。なるほど。うんそう。うん。もともと英語も上手に話せなかったし、うん。それに特に特別な力もなかったから、うんうん。海外で仕事するって日本ですごく難しいじゃん。そうですね。うん。うん、すごいいい会社に入って、その海外に出張できるためにはトーフル何ポイント取ってみたいな。はいはい。ああ、俺絶対無理だと思って、で、どうも日本語の先生だと世界どこでも働けるみたいだぞと思って始めたのが日本語教師。なるほど、なるほど。で、うん、それをメキシコに行ってから今までずっと続けられてるんですよね。そうだうね。ーん。ちなみにその日本語教師を今もしている理由とか、日本語教師をしながらどんなことを、うん、これからしていきたいかとかありますか？うん。あるよ。ある教えてくよ。ださい。うん。だいぶあるけどね。大きく分けて、2つ。はい。自分のためと学生のたうめん。に分かれるかな。学生のためっていうのも最終的には自分のためになるかもしれないんだけど、普通にさ、自分の生まれた国の言葉を勉強したいっていう人がいるって嬉しいことじゃなうい。ん。うん。それをちょっとでも助けてあげたいなっていううんうんうん。のがあるかな。で、あと、なんだろう。普通、僕、その中学校の先生と高校の先生の免許を取ってるんだけど、はい。普通学校で働くってなったら勉強したくない人に教えなきゃいけないじゃん。確かに。そうですうん。ね。ただ、学生はみんな勉強したいっていう、こんなにもラッキーな職場、ラッキーな仕事はないなって思そうですね。う。うん。楽しい。それはすごく楽しい。確かにモチベーションがある人に教えるのと、もうやる気うん。がない人に教えるのは全然違いますよね。そうだうね。ーん。だから反応見ててもやっぱ嬉しいんだよね。別にアニメとかでもさ、何っていう疑問詞を教えたら、これ、こないだ Facebook で見た何ってやつじゃんっていう。そういう反応をこう見てると、なんか嬉しいなってうんうんうん。思うのが一つかな。なるほどなるほど。うん。うん。で、またそので、日本語うん、を勉強してうん。日本に来たい人もたくさんいますもんね。そうだね。うん。それがもう一つの理由で、うん。僕自身がそのスペイン語を使うことによって、本当に人生が楽しくなったんだようね。ん。ね、お友達もいっぱいできたし、奥さんもできたし、そうですね。スペイン語のおかげに。はい。でもないんだけども、本当に、人生が変わったかなと思う。っうーん。ていうのは他の世界に入れるからさ、そうですね。うんうん。言葉が話せたら。うんうん。で、ぜひ学生の皆さんにも、その、新しい人生を見つけてほしい。新しい人生に出会ってほしい。で、その鍵になるものが日本語であってほしいなっていうふうになるほどなる思ってる。ほど。うん。ね、日本語を勉強することで、いろいろな可能うん。性も広がるし、仕うん。事だけじゃなくて出会いもあるうん。し、うん。本当に私も私の人生が豊かになったんですね。日本語だけじゃなくて、その英語とかうん。スペイン語を勉強してうから、ん。うん。友達も出会いもそうですけど、今このうん。仕事ができるのも言語を勉強したおかげ。そうだね。お互いにね。そうですね。うだかん。ら言語は最終的にあのこの世界にたくさんのつながりを作うん。るために必要だと思うんですね。そうだうん、ね。さっきゆうすけさんが言ったように言語だけじゃなくうん。て表情とかうん。自分のジェスチャー
とかでコミュニケーションも取れるし、例えうば音ん。楽とかスポーツでつながることもできる。うん。うん。だけど、自分たちの意見を交換したり、ういろいろん。な夢を語ったり、おうん。互いを刺激し合うっていう面では、言語はうん。素晴らしいなって思いますよね。そううね。いや、ん。そう、いや、本当まさしくそうで。で、まあ、あとそれプラス、なんだろうな、言語ってどうしても勉強っていうイメージがあると思うんだ、みんな。うん。ペン持って、教科書も開いて、学校のクラスにも英語っていう言語のクラスがあるし、うん。だからみんなちょっとなんだろう勘違いしてるかなっていうふうには思う。うーん。その言語って例えばサッカーでお友達を作るとかね、僕ちょっとダンスもやったんだけどダンスで他の人と踊るとかっていうのに近いイメージなんだよね。なるほど、なるほど。例えばねフォルマた方がいいですをフォルマ辞書方がいいですって言ってしまってもそれはなんか頭が悪いとかっていうものじゃなくてうん。大事なのはそれを言った相手がそのアドバイスを受け入れてありがとうなんかアドバイス伝わったわっていうそのシチュエーションが大事っていうのを今後教えていきたいなっていうふうに思ってる。なるほど、なるほど。うん、でそれを達成するまでは多分日本語の先生は続けるとは思うーう。ん。うん、そうですよね。ただ、文うん、法とか単語が合ってるっていううん、ことだけじゃなくて、うん。もうお互いを分かり合うっていうことがゴールですもんね。そうそうそうそそれう。だからは。別になんうん。かスペイン語だと日本語が混ざってしまっても英語と日本語が混ざってしまっても全然構わないと思うし。ハパニョールですね。そうそうそうんうんううそう。ん。まあ最終的にただじゃあ英語だけよりも日本語がちょっと入ってた方が日本人嬉しくなるとか。うん。だからそういうものであってほしいなとは思う言葉っていうのは。うーん。うん。じゃあこれからそれを教えていきたいなって思ってるんですね。そうだね。で、うん。まあ、それも含めてのもう一個の理由なんだけど、まあ、自分のためっていうのは、はい。この日本語教師っていう仕事は多分まだ残る仕事だと思ってるからっていうのがもう一点。うん。今、世界にはいろんな仕事があって、で、いろんな仕事が今までになくなってきているじゃん。そうですね。うん。まあ、例えばミク侍の話が好きだけどやっぱ侍っていう仕事も時代の流れとともになくなってしまったお仕事じゃん。うん。で今じゃあコンピューターがすごくこうね進歩しているインターネットで世界どこでも話せるっていう中でなくなっていく仕事っていっぱいあると思うんだよね。そうですね。うん。うん、でどうして言葉がなくならないのかなってよく考えるんだけどやっぱり答えがないからなくならないのかなとは思なるほど、なるほど。う。うん、例えばお医者さんみたいなものでうん。その悪いところを取るっていうのは答えがあるじゃん。うん。取れたら OK 取れなかったらダメうん。っていう。じゃあ言葉の OK とダメって何なんだろうってなったらやっぱ答えがない。そうですね。答えないですね。うん、うん。それは絶対にコンピューターにはわからないだろうし人はいつまでもそのわからないことをこうなんだろう頑張ってわかるようにするっていうのを諦めないんじゃないかなと思って。じゃあこれからもメキシコで日本語教師を続けていかれるんですね。そうだうね。んうん。まあ命続く限り命続くは 限りは侍、侍みたいなこと言いさますね。い命。や明日道で殺されるかもしれないしね。気をつけてくださいね、本当に。うん、いや大丈夫です大丈夫です。大丈夫ですね。はい。はい。うん、ああ、わかりました。本当にめっちゃ楽しいうん。インタビューでした。いやいやありがとうございますそんな。いえいえ。ゆうすけそうもさんないです。といろいろ話したこうん、とはあるんですけど、ここまでうん。深くゆうすけさんのこととか、どうして日本語教師をしてるかとか聞いたことなかったので、はい。そうだね。一緒に働いてた頃はもう仕事のクラスのこととかクラスの準備だけでいっぱいいっぱいだったもんね。そうですね。うーん。
そうなんですよ。私がメキシコで初めて日本語教師になったうん。時に、一うん。番付きっきりでずっと教えてくれたのはゆうすけさんだったんですよ。本当に皆さん。そうだはい。ね。そうだね。すごい先生だからフォローしてね。自分で言っちゃった。そう。これでどうしよう、2000人ぐらい減ったよ。で、ゆうすけさん、切ないね、今それは。うん。みんながゆうすけさんのことをフォローしたかったら、どこでうん。フォローできますか？ゆうすけさんのことを。インスタとフェイスブックと YouTube ありますんで、はい。ぜひ。で、まあちょっとスペイン語を使っうん。て教えてるんですけど、まあ日本語の、まあ、カジュアルな表現をぜひ僕と一緒に勉強してもらえたらなと思っております。はい。名前はゆうはい。ゆう日本語ですね。日本語。はい。はい。私のこの YouTube の下のコメントセクションにも、ゆうすけさうん。んのインスタグラムと YouTube 載せてるので、うん。皆さんもはい。本当にフォローしてください。絶対フォローしてください。たくさんのことを学べると思うので。必死。はい。まあまあまあ、はい。もしね、時間があったら、ぜひはい。フォローしてみてください。はい。じゃあ今日はゆうすけさん本当にありがとうございました。いえいえ、貴重な時間ありがとうございました。はい。じゃあまた会い今度はじゃあましょ僕がインタビューしようかな。う。はい。お願いします。そうだね。待ってます。はい。はい。じゃあ、はい。また。